レッスン201、いい夢。ねえ、アンナ、本当にいい夢を見たことある？もちろん、良い夢が好きではない人はいますか？ええ、昨日の夜、宝くじに当選してプライベートアイランドを購入しました。うわ、それはすごい。夢の中で、私はスーパーヒーローになり、エイリアンから世界を救いました。それはすごい。夢の中でスーパーヒーローになれたらいいのに。夢の中でなりたいものになれますよ、ジョン。目を閉じて、想像力を働かせてください。今夜それを試してみないと。もしかしたら、私もスーパーヒーローになることを夢見るかもしれません。誰が知っている？あの厄介なエイリアンから私を救ってくれるかもしれません。それは素晴らしいことです。今夜、私たち二人が良い夢を見ることができますように。レッスン202、リバービュー。ねえ、アンナ、丘の上からの川の景色を見たことがありますか？いいえ、していません。いいかな？すごいです。渓谷を曲がりくねって流れる川全体が見えます。とても静かでリラックスできます。素敵ですね。街から離れて休憩した方がいいよ。今度の週末は私と一緒に来てください。ピクニックをして景色を楽しむことができます。それは素晴らしいアイデアのようですね。おやつを持ってきます。日焼け止めを持ってきます。太陽の下でくつろいでいる間、やけどをしたくありません。いい考えだ。ジョン・ロブスターみたいにはなりたくない。私も。お互いに気を配ってくれるのはいいことだ。ええ、私たちは素晴らしいチームです。一緒に川の景色を楽しみましょう。レッスン203、鉛筆と定規。ねえ、アンナ、鉛筆と定規をどこで買えるか知っていますか？もちろん、通りを下ったところにある文房具店に行くこともできます。あ、近くに文房具店があるなんて知らなかった。ここから遠いの？いいえ、ほんの数ブロック先です。そこまで歩いて行けます。よし、移行数学の授業のために鉛筆と定規を用意しないといけない。美術の授業にも必要です。先週末見た川の景色をスケッチしたい。それは素晴らしいアイデアです。新しい鉛筆と定規を使って、正確な線や寸法を測ることができます。ええ、絵を比較して、誰がもっと良い仕事をしたか見ることができます。チャレンジは受け入れられました。しかし、最初に定規と鉛筆を忘れないようにしましょう。そう、文房具店に行って、必要なものを手に入れましょう。そして、いよいよアートコンペティションです。レッスン204、スピーチコンテスト。ねえ、アンナ、来週の学校でのスピーチコンテストについて聞いたかい？ええ、やりました。参加する予定はありますか？それについて考えています。
野菜を食べることのメリットについてスピーチの練習をしています。それは素晴らしいトピックのようですね。審査員にブロッコリーをもっと食べるように説得できるかもしれません。それが計画です。あなたはどう参加していますか？そうだけど、まだ話題を考え出そうとしてる。絵を描くのが上手ですね。美術教育の重要性についてスピーチをしてもいいかもしれません。それはいい考えだ。アートがいかに創造性と想像力を刺激できるかについて話せました。そして、退屈な授業をもっと楽しくする方法をご紹介します。まさに、私の話題を見つけたと思います。ありがとう、ジョン。問題ないよ、アンナ。私たち2人ともスピーチコンテストで優勝します。ステージに行く途中につまずかない限り。そうならないことを願いましょう。私たちは不器用なスピーチをする人として知られたくありません。レッスン205、交通渋滞。ねえ、アンナ、今朝交通渋滞に巻き込まれたの？ええ、やりました。ひどかった。高速道路で1時間以上立ち往生していました。私は交通渋滞が嫌いです。暇つぶしに何をしたの？音楽を聴いて自分を落ち着かせるために瞑想をしてみました。それはいい考えだ。私は大抵怒ってクラクションを鳴らし始めます。それは交通の流れを早めるのに役立ちません。ええ、わかっています。私は忍耐力を鍛える必要がある。私も。でも、仕事に遅刻するときは辛いです。それについて教えてください。30分前にはオフィスにいるはずだった。少なくともあなたには良い言い訳があります。交通渋滞のせいにしてもいいでしょう。あれを使わなきゃ。今日は上司が早く出発させてくれるかもしれない。それはいいですね。そうすれば、帰りの交通渋滞を避けることができた。そう願おう。そうしないと、永遠に車に閉じ込められてしまいます。レッスン206、家の掃除。ねえ、アンナ、もうアパートの掃除は終わった？いいえ、まだ作業中です。それは終わりのない仕事です。それについて教えてください。先週末、アパートを掃除しましたが、もうまた散らかっています。ええ、埃や汚れには独自の心があるようです。言いたいことはわかるよ。時々、負け戦を戦っているような気がします。しかし、このように考えてください、ジョン。掃除をするたびにカロリーを消費し、運動をしていることになります。それは良い点です。多分、掃除中に取った歩数分のフィットビットを充電し始めるべきかもしれません。それは素晴らしいアイデアです。1回のクリーニングセッションで実行したほとんどの手順について、新しい記録を樹立できます。そして、それによってメダルも獲得できるかもしれません。綺麗なアパートがあるのにオリンピックが必要なのは誰ですか？
まさに。さあ、掃除に戻って、誰が一番カロリーを消費できるか見てみましょレッスン207、シンガポールへの出張。ねえ、アンナ、シンガポールへの新しい出張について聞いたことがありますか？はい、あります。行くの？はい、そうです。美味しいものを全部食べて、観光スポットを見るのが待ちきれません。すごいですね。しかし、旅の仕事の部分も忘れないでください。そうそう、私はほとんどそれを忘れていました。でも、シンガポールは食べ物が美味しいので、仕事に集中するのは難しいです。あなたの言いたいことはわかります。日本に出張に行ったとき、寿司のことしか考えられませんでした。食べ物といえば、シンガポールの有名な料理、チリクラブを食べたことがありますか？いいえ、していません。いいの？すごいです。私たちがそこにいる間にそれを試さないといけません。よし、そうするよ。しかし、会議中にふけったり、眠りに落ちたりしないようにしなければなりません。良い点です。仕事と遊びの完璧なバランスを見つけなければなりません。そして、その合間に観光をするのもいいかもしれません。はい、間違いありません。シンガポールフライヤーは必見だと聞きました。同意した。出張を最大限に活用して、楽しみましょう。レッスン208、スイカ。ねえ、アンナ、スイカは好き？はい、スイカが大好きです。私の好きな果物の一つです。なぜ聞くの？さっき食料品店に行ったんだけど、今まで見た中で一番大きなスイカを見たんだ。本当に？どれくらいの大きさでしたか？とても大きかったので、運ぶのにショッピングカートを使わなければなりませんでした。それは面白い。写真を撮っておけばよかったのに。やった。でも、誤って携帯電話をスイカに落としてしまいました。いや。電話は大丈夫？ええ、大丈夫です。でも今はスイカのような匂いがします。少なくともいい匂いがする。新品の電話用フレグランスとして販売できるかもしれません。それは素晴らしいアイデアです。スイカの電話の香りとして売り込まなきゃ。新しいビジネスベンチャーを見つけたばかりかもしれません。私の携帯電話をスイカに落としたら新しいキャリアにつながるなんて誰が知っていましたか？可能性は無限大よ、ジョン。あの巨大なスイカのおかげです。はい、スイカを一栽で育てて新たな始まりを迎えましょレッスン209、カメラのバッテリー切れ。う。ねえ、アンナ、カメラ用の予備のバッテリーはありますか？ごめんなさい、ジョン。カメラのバッテリーは余分に持っていません。いや。カメラのバッテリーが切れているので、今日は写真を撮りたいと思っていました。
そうですね。いつでも携帯電話のカメラを使用できます。それもオプションだと思いますが、実際のカメラを使うのとは違います。は、あなたの言いたいことはわかります。しかし、それを挑戦とみなすこともできるかもしれません。スマートフォンで素晴らしい写真が撮れるかどうか見てみましょう。それは良い点です。もしかしたら、これを機会に自分のクリエイティビティの限界に挑戦できるかもしれない。まさに。また、スマートフォンでキャプチャできるものに驚かれるかもしれません。君の言う通りだ。励ましてくれてありがとう、アンナ。私の携帯電話のカメラでどんな魔法が実現できるか見てみましょう。それが精神だ、ジョン。クリエイティブな才能を存分に発揮しましょう。レッスン210、あなたはその公園に行ったことがありますか？ねえ、アンナ、町の向こうの公園に行ったことある？どの公園のことを言っているの？真ん中に大きな噴水があり、かわいい小さなアヒルが泳いでいるもの。ああ、あれは知っている。ええ、何度か行ったことがあります。とても美しい公園です。穏やかな感じが気に入っています。ええ、リラックスして自然を楽しむには間違いなく素晴らしい場所です。そして、走り回って人々のおやつを盗むリスを見たことがありますか？はい。彼らはとてもいたずら好きだ。リスが小さな子供からポップコーンの袋を丸ごと盗むのを見たことがあります。それは面白い。あのリスはきっとあの公園で最高の生活を送る方法を知っている。彼らは間違いなくそうします。そして、最高の人生を送ることといえば、今週末その公園でピクニックを計画してみませんか？それは素晴らしいアイデアだ、アンナ。自分用にスナックを持ってきて、リスが他の人からスナックを盗むのを見ることができます。計画のようですね。やってみよう。レッスン211、ダイヤモンドリング。ねえ、アンナ、私がガールフレンドのために買った新しいダイヤモンドの指輪を見たことがありますか？いいえ、していません。見てもいい？はい、チェックしてください。ジョンは指輪を取り出してアンナに見せます。うわ、それは美しい指輪です。あなたのガールフレンドは幸運な女性です。ありがとう、彼女が気に入ってくれるといいんだが。私はそれを買う余裕があるように何ヶ月も貯金した。彼女はきっと気に入るはずです。でもよく言われることですが、ダイヤモンドは女の子の一番の友達です。ええ、でも男の親友は？それは難しいですね。多分素敵な時計か高級車？それらは良い選択です。でも、信頼できる犬を親友として大切にしていこうと思います。ああ、それはいいですね。犬は本当に人間の親友です。彼らは間違いなくそうです。そして、ケムクジャラの仲間から無条件の愛をもらっているのに、ダイヤモンドが必要なのは誰ですか？本当だ、ジョン。しかし、あなたのガールフレンドにもその指輪を送ることを忘れないでください。
歯は忘れないよ。思い出させてくれてありがとう、アンナ。レッスン212、様々な種類の犬。ねえ、アンナ、コーギーを見たことある？彼らは一番かわいい小さな犬です。ええ、見たことがあります。しかし、グレートデーンについて聞いたことがありますか？あの犬はでかい。もちろん聞いたことがあります。でも正直に言って、コーギーはもっとかわいいです。それについては知りません。グレートデーンも同じくらい可愛くて、違う意味で。でも、素敵なデーンは興奮している時にお尻を小刻みに動かすことはできるのでしょうか？まあ、いいえ。でも、その巨大な舌でダラダラなキスをしてくれるんです。いいえ、結構です。コーギーの小さな舌にこだわるよ。しかし、ハスキーはどうですか？あの犬たちは、美しい青い目と厚い毛皮でとても雄大です。認めざるを得ないが、ハスキーはかなりかっこいい。しかし、彼らはたくさん流しました。ええ、それは本当です。しかし、彼らはフレンドリーな性格でそれを補っています。それは公平なトレードオフだと思います。でもやっぱりコーギーが一番いいと思う。それについては意見が分かれてもいいよジョン。しかし、少なくとも私たち二人は犬の素晴らしさを理解することができます。レッスン213、洗濯機が動かない。ねえ、アンナ、洗濯機が壊れてると思うよ。ああ、いや、何が起こったの？さて、服を入れて電源を入れましたが、何も起こりませんでした。プラグが差し込まれていることを確認しましたか？確それは認しました。奇妙だ。そしマて、シンにプラグ何かがを抜いて詰まって再び差しいるので込もうとしましょうか？したが、それでも何もありません。そうは思わない。昨日は正常に動作していました。ただ疲れていて昼寝が必要なのかもしれません。はは、洗濯機はあんな風には動かないと思うよ、ジョン。まあ、試してみる価値はあります。多分、心地よい毛布で覆って枕を上げれば、また機能し始めるでしょそんな風には機能しないと思うよ、ジョン。修理工を呼んで見に来てもらった方がいいかも。う。あなたはおそらく正しいでしょう。しかし、昼寝をした後に実際に効果があったかどうか想像できますか？洗濯機でウィスパラーになっちゃうよ。はは、そんなことは起こらないと思います。しかし、試してみる価値はあると思います。レッスン214、親友について語るエッセイを書く。ねえ、アンナ、学校に親友についてのエッセイを書かなくちゃ。何かアドバイスはありますか？もちろん。まず、友達について好きなことをすべて話してください。彼らがあなたにとって特別な理由は何ですか？親友は、必要な時にいつでもそばにいてくれます。そして、何があっても、彼らはいつも楽しい時間を過ごしています。それは素晴らしい。一緒に過ごした楽しい思い出について話すこともできます。かなりワイルドな冒険をしてきました。その時と同じように、私たちはその木に登ろうとしたところ、結局行き詰まりました。はは、それはいいですね。
友達の性格についての詳細も必ず含めてください。何が彼らのユニークな点ですか？まあ、私の友人はユーモアのセンスがあり、いつも私を笑わせることができます。また、彼らは非常に忠実で信頼できます。これらはすべてエッセイに含めるのに最適なものです。褒め言葉を使いすぎないように気をつけてください。吹きすぎているように聞こえたくはないでしょう。良い点です。親友とか何かに恋してるみたいに聞こえたくない。はは、絶対違う。しかし、あなたが素晴らしい友情を持っていることは明らかで、あなたのエッセイにはそれが反映されていると確信しています。レッスン215、もっと健康的な食べ物を食べる。やあアンナ、もっと健康的な食べ物を食べて健康になろうとしてるんだ。何か提案はありますか？絶対に。まず、より多くの果物や野菜を食事に取り入れてみてください。ビタミンや栄養素が豊富に含まれています。サラダをもっと食べようとしてるけど大きくてジューシーなハンバーガーほど美味しくない。は、あなたの言いたいことはわかります。しかし、健康食品を美味しくする方法もあります。サラダにハーブやスパイスを加えてみましたか？やってない。何がおすすめですか？さて、新鮮なバジルやコリアンダーを加えてみてください。または、パプリカやクミンを振りかけて風味を高めましょう。それは素晴らしいアイデアです。他に何が？もう一つ試すことができるのは、自分でスムージーを作ることです。ほうれん草やケールを入れて栄養素を加えることもできますが、それでも美味しいです。それは実際にはかなり良さそうですね。おやつはどう？チップスの袋に手を伸ばす代わりに、生の野菜や果物を完食してみてください。人参とセロリのスティックにフムスを添えたもの、またはピーナッツバターを添えたリンゴのスライスは、どちらも素晴らしい選択肢です。それらはすべて素晴らしいアイデアのように聞こえます。ありがとう、アンナ。やっぱりあのジューシーなハンバーガーには抵抗できるかもしれない。レッスン216、印刷インキが足りない。アンナ、プリンターのインクがなくなったらどうするか知っていますか？緊急に印刷したい文書があるのですが、インクが少なくなっています。ああ、それはイライラします。インクカートリッジを少し振って、もう少しインクが出るかどうかを確認してみましたか？まだ試していません。多分私はそれを試してみるでしょう。プリンターの設定をドラフトモードに変更してみることもできます。これにより、インクの使用量が減り、少し長持ちする可能性があります。いい考えだね、ありがとう。しかし、それでも機能せず、それでもドキュメントを印刷できない場合はどうでしょうか？まあ、いつでも手書きで書いてみてもいいですよ。鉛筆と紙を覚えていますか？とても面白い。プロ仕様のプレゼンテーション用に印刷しないといけません。OK、冗談だよ。仕事に行けない場合は、いつでも印刷所に行くか、友人のプリンターを使ってみることができます。それは良い点です。
近くにプリントショップがあるか見てみよう。提案をありがとう、アンナ。問題ないよ。ジョン印刷の緊急時の成功をお祈りします。レッスン217、休日のチケットの予約。アンナ、来月の休暇のチケットを予約しようと思ってた。どこに行けばいいか何か考えある？ああ、私はとても興奮しています。どこを考えていたの？さて、暖かくてトロピカルな場所でのビーチホリデーを考えていました。どう思う？パーフェクトですね。ハワイやカリブ海はどうですか？これらは素晴らしいオプションですが、少し高価になる可能性があります。多分もっと手頃な場所を検討すべきでしょう。さて、メキシコやコスタリカはどうですか？どちらも美しいビーチと美味しい料理があります。それは素晴らしいアイデアです。フライトとホテルの料金を確認させてください。ありがとう、ジョン。ああ、いや。前回チェックしてからフライト価格が$200上がりました。ああ、いや、それは良くない。もっと早く予約すべきだったかもしれない。そうだね。今度は、もっとお金を払うか、別の場所に落ち着く必要があります。または、代わりにいつでもロードトリップをすることもできます。同じくらい楽しく、もっと手頃な価格かもしれません。それは実際には悪い考えではありません。クーラーに食べ物や飲み物を詰めて、行動に出ることができました。ほら、常に希望の兆しがある代わりに究極のロードトリップを計画しましょう。そうだね。アンナ時には予想外のことがさらに良くなることもあります。教訓218、コンサートのチケットはとても高い。アンナ、私たちが行く予定だったコンサートのチケットの値段を見ましたか？ええ、やりました。とても高価です。わかってるよね。でも、やっぱり行きたい。私も。来月にラーメンを食べてお金を節約できるかもしれない。歯は、ラーメンだけで生きていけるかどうかわからない。しかし、それを機能させるために、他の費用を削減することは間違いなくできます。あるいは、裏口から忍び込むこともできる。それは良い考えではないと思うよ、アンナ。コンサートが始まる前に追い出されたくありません。OK、そうだね。でも、ラーメン一袋で警備員に賄賂を送ることはいつでもできます。そんな風には動かないと思うよ、アンナ。大丈夫。ただそれを吸い上げて、高額なチケット代を払わなきゃいけないんだ。体験してみる価値はあります。同意しました。お気に入りのバンドのライブを見る機会は毎日ではありません。コンサートを見るためだけに、ラーメンを食べて生き延びた経緯を語る素晴らしい話があります。私はあなたの考え方が好きです、アンナ。
やってみよう。レッスン219、風邪からの回復。アンナ、気分は良くなった？風邪をひいたと聞きました。ええ、今はずっと気分が良くなりました。聞いてくれてありがとう。私はそれを取り除くためにあらゆる種類の治療をしてきました。どんな感じだ？蜂蜜とレモンを入れたお茶をたくさん飲んだり、ビタミン C の錠剤を飲んだりしています。ああ、古典的な治療法。チキンスープを食べたことがありますか？もちろん。母はいつもそれを誓っている。でも正直なところ、ちょっと飽きてきています。聞こえてるよつらい食べ物はいかが？副鼻腔をきれいにするのに役立つかもしれません。面白いアイデアだね。でも、風邪に加えて胸焼けにはなりたくありません。結構だジンジャーティーかホットトディを試した方がいいかも。ああ、ホットトディの音が好き。何が入ってるの？ウイスキー、蜂蜜、レモン、お湯を混ぜたものです。睡眠を助け、喉を落ち着かせると言われています。ちょうど私が必要としているもののように聞こえます。でも、まだ回復している間にウイスキーを飲むべきかどうかはわかりません。良い点です。蜂蜜、レモン、お湯だけでノンアルコールバージョンを作れるかもしれません。それは素晴らしいアイデアだ、ジョン。そして、まだホットトディを飲んでいる洗練された大人のふりをすることはできます。はあ、まさに。温かい飲み物を飲んで体を温めるのに、お酒が必要な人などいませんか？提案をありがとう、ジョン。回復への道を進んでいると思います。レッスン220、飲酒量を減らす。アンナ、アルコール摂取量を減らす必要があると決めたんだ。本当に？なぜだ、ジョン？さて、先週末は少し飲みすぎて、ダンスフロアで逆立ちをすることになりました。それを見に行っていたらよかったのに。いいえ、あなたはしません。かなり恥ずかしかったです。そして、お酒を減らす必要があることに気づきました。それはおそらく良い考えです。それで、あなたの計画は？ノンアルコールビールに切り替えることを考えています。ノンアルコールビール？しかし、それは骨抜きにされたビールのような味がします。ええ、でもアルコールがなくてもビールの味がします。わからない。ジョンビールを全部カットした方がいいと思うよ。多分あなたの言う通りですね。代わりに何を飲めばいいの？コップ一杯の水かフルーツジュースはいかがですか？フルーツジュース、それは私には健康的すぎる。さて、モクテル、つまりおしゃれなノンアルコールカクテルを試してみるのもいいかもしれません。それはいい考えのように思えます。お酒がなくても楽しいお酒が飲めます。まさに。
もしかしたら、友達の間で新しいトレンドを始めることもあるかもしれません。飲酒のトレンド？その音が好き。チャンネル登録へようこそ。また、他のチャンネルからの複数の言語もサポートしています。